私は今、信陽地方の舞台である北海道でリアルポケモン旅をしています。ゲームのモデルになっている地を回りながら、こちらの超鬼畜の縛りプレイをこなしてクリアを目指しています。今回は、白帯の森や白帯シティのモデルになっている旭川、バンバドルのモデルになっているバーエー競馬など、様々な土地を旅します。では、リアルポケモン旅をお楽しみください。おはようございます。今日は白帯の森のモデルになっている旭川市にある21世紀の森に行こうと思います。で、調べたらまたこっから3時間ぐらいかかるみたいなんで、今日も気をつけて長距離運転していきます。旭川に行く前に給油をしていきます。残りのメモリが2つになってしまっていたので、5000円分入れて満タンにしました。これで安心して旭川まで行けます。あと、お腹も空いちゃったので、セイコーマートでおにぎりとほうじ茶も買ったんですけど、この九条ネギ味噌マヨのおにぎりがめちゃくちゃ美味しかったので、すっごいおすすめです。白帯の森のモデルになっている旭川21世紀の森に到着しました。3時間長かった。じゃあちょっと近くを散策してきます。いや、すごいめちゃくちゃ自然って感じ。なんかもうね、虫もすごいし、なんかヘビっぽいのもいるし。で、なんかクマも出るかもしれないって言うから、受付でね、クマ授かりました。いや、ちょっとなんか、本当に危なそうだから、少しだけ散歩したらすぐ戻ろうと思います。ゲームの白帯の森は全然怖くないんですけど、ここはクマが出てきそうなので、そこがちょっと怖いです。ただ天気がいいので、森林浴がとっても気持ちがいいです。森の中を歩いていると、コクワガタのメスやコバネイナゴを見ることができました。少しだけ散歩できたので、早めに引き返します。ただいまー。いや、ちょっと虫とかクマが怖すぎて、結構すぐ帰ってきちゃったんですけど、でもすごい森がね、気持ちよかったです。お散歩できてよかった。それじゃあゲームの中でも白帯の森に移動します。それじゃあ再開します。よし、中入ってこう。誰この人。はじめまして、私の名前はもみ。もみさん。お願いがあるの。森を抜けたいけど。あ、一緒に森を抜けようっていう話ね。オッケーオッケーいいよ。一緒に行こう。回復してくれんの？それならさ、野生のポケモンとバトルしながらレベリングしてこうかな。めっちゃ助かる。報徳消しゲット。まあ、結構いっぱい持ってるからね、いらないんだけど。野生のポケモンだ。野生のポケモンもダブルバトルするんだ。しかももみさんもね、一緒に戦ってくれんだね。かわいい、ラッキーだ。よし、じゃあどこ行けばいいんだ？なんか、何あれ。表面が苔で覆われてる。なんだろうね、あれ。よくわかんないけど。上下？上かな？トレーナーもいるんだね。またダブルバトルだ。じゃあ基本的に白帯の森はダブルバトルなのかな？いや、もみさん回復してくれるから助かるけど、結構ダブルバトル時間かかるんだよね。まただ。結構戦ってきたけど、もうそろそろ出口かな。てかさっきの森でクマに会わなくて本当に良かったよね。最近結構ニュースになってるから気をつけないと。出口よかった。ここまで来れたんだ。よかったね、よかったね。すごいあっさり行っちゃった。バイバイ。なんか全然寂しんでもくんなかったね。もういない。
じゃあ、一旦左見てみようか。あ、こっちはまだ居合切りが必要だ。じゃあ、釣り人が多いから、コリマル先頭にしとこう。レベリングもできるしね。オッケー、これで最後だね。じゃあ、この先は新しい街っぽいんで、一旦ここでやめときます。よし、じゃあそれでは次はハクタイシティのモデルになってる旭川の市街地に向かいます。ハクタイシティのモデルになってる旭川駅の前のイオンの駐車場に着きました。せっかくなので駅周辺を歩いてきます。JR 旭川駅に到着しました。旭川駅はこんな感じでめちゃくちゃ大きいんですけど、稚内や網走、札幌や新千歳空港などいろいろなところにアクセスできます。ハクタイシティにはあんまり似てはいないんですけど、駅前にはホテルやビルが立ち並んでいます。ゲームのマップを見てみると、ここがハクタイシティです。実際の北海道の地図と見比べてみたところ、ほぼ同じ位置にあります。駅の反対側に行ってみると、大きな石がたくさん並んでいます。この石はカムイコタン石という名前で、アイヌ語で神々の住む場所という意味があるそうです。パワーストーンとしても有名みたいなので、たくさんパワーを吸い取っておきます。200V の充電スペースが空いていたので、ポータブル電源の充電をしちゃいます。ポタ電の残量は 38% です。では早速充電していきます。1時間120円で充電することができるので、すっごく安いです。コードがあるので、後ろを開けたままにしておきます。ここのイオンは EV 充電スポットがあったんで、ちょっと車を移してきたんで、ここで充電しながらその間にゲームしようと思います。じゃあやっていきます。いろいろ生産したいからフレンドリーショップ行きたいんだけど、どこだろう。あったあったあった。結構昨日の夜の分から溜まってるんで。そしたらね、まずは、昨日のお風呂が600円なんで、じゃあ傷薬を2つ買います。で、夜ご飯が1300円なんで、いい傷薬が1つで700円と、あと、傷薬2つ買って600円で、合計1300円。そしたらガソリンが5000円なんで、いい傷薬が7個と、あとは毒消し1個買って5000円。で、今日の朝ごはんが250円だから、氷直し1個。あとは今してる充電が120円なんで、四捨五入して、毒消し1個で100円。これで OK かな。こんなにいっぱいお金使ったけど、まだ残り1万2000円ぐらいあるから、もう結構お金の心配しなくても平気そうかな。じゃあさっき上に銀河団いたから上行ってみようかな。そこのトレーナー、ちょいと強そうだな。ポケモンを取るの諦めようだって。お、ヒロノさんだ。おー、ここで会うんだっけ。へー。リノです、どうも。シロナ、ポケモンの神話を調べてる物好きのポケモントレーナーよって。あ、神話調べてる人だったっけ。へー。何？技マシン93を手に入れた。なんだろう。あ、居合切りだ。あ、やったやった。これね、結構使えるからね。はい、頑張ります。結構こんな序盤で出会う人だったっけね。あ、そっかそっか。まだバッジ持ってないから居合切り使えないんだ。オッケー。じゃあ先にジムリーダー行っちゃおうかね。あったあった。ここは何タイプだったかな。菜種さんだ。ってことは草タイプだから彦摩呂に超余裕だね。
よしよし、じゃあね、ちゃんと回復しといてね。よし、オッケー行くぞ。隠れているトレーナー全員に勝つとジムリーダーと戦えるのだって。へえ。どんなんだったっけね。おー。あ、ちょっと今チラッと見えた。なんか思い出してきたな。こんな感じでさ、木の陰にさ、何人か隠れてんだよね。ちょっと、プロコンチェの操作感が難しい。なんかこのスティックがちょっと難しいんですよね。結構あるあるなのかな。いたいたいた。何使ってきたっけ？リサさんは？チェリンボだ。かわいい。美味しそう。ちょっとお腹減ってきたな。そしたら、火炎車で。よし、行け。さすがにね、一発でしょ。よし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 。白帯の森でね、結構レベルも上げたから、レベル差あるね、今のところ。菜種さんどれぐらいだろうな。次はロゼリアだ。かわいい。じゃあまたここも火炎車で。いや、ロゼリアのポケモンフィットね、探したんだけどなかったんですよね。本当欲しかったんですけど。まあでもあの時お金なかったからどの道買えなかったか。今だったらね、ポケモンヒットまだまだ買えるから、もう一回寿シティ行けたらいいな。石ころが置かれた小道の突き当たり？二つの石ころが置かれた小道の突き当たり？これ石ころ？いたいたいた。よーく見たら若干髪の毛とか見えてんだね。次の相手の居場所ね。ヒントは3本の木の真ん中。3本の木の真ん中？ちょっと戻るか。3本の木？木しかないよ。どういうこと？なんか色違う木ある。あれか。あれの真ん中。ちょっと入れない入れない。いたいたいた。よしよしよし。またアロマなお姉さんだ。まだいるんだ。4つの花のそば？ 4 つの、花見えた。でも2個しかない。じゃあ、奥か。最後だよね、きっとこれが。そうだそうだ、ちゃんとね、毒消しやっとかないと。危ない危ない。別の話してると忘れそうになっちゃうよね、こういう時。じゃあ、傷薬も使ったし、よし、オッケー。4つの花あった。いたいたいた。次は、アロマのお姉さん？違う。大人のお姉さんだ。大人のお姉さんは、ロゼリアだ。なんかブランド物っぽいもの身につけてるから、この人お金持ってるかもしんない。いっぱいお金くれるかな？すごい。1220円もくれた。本当にお金持ってた。あとはジムリーダーだけだって。よし、じゃあ真ん中だ。よしよしよし。いいぞ。めっちゃテンポよく来てる。菜種さん何使うんだろう。じゃあ行こう。かわいい菜種さん。待ってたよ。白帯ジムリーダー草タイプ使えてた菜種。いやー、草タイプだから大丈夫だと思うけど、菜種さん結構レベル高いのかな？どうだろう。よし、対戦よろしくお願いします。何出してくるかな？あれ？なんか、やっぱり菜種さんもポケカの方が可愛いよね。チェリンボだ。何レベルかな？あんまりレベル高くないといいけど。頑張れ、彦丸いけ！どうかな？19か。まあまあでもさっきの人たちより全然高いもんね。いけ、火炎車。よし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 。次はなんだろう。ナエトルだ。なんかさ、ナエトルとか御三家ってさ、その辺でピョロッと捕まえられるもんなのかな？さっきのお姉さんもね、ナエトル使ってたし。よし、どうだ、一発で落ちるか。よし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 。かわいい。いや、かわいそうなんだけどさ、ポケモンがやられちゃった時の顔ってすごいかわいいよね。わあ、やられたみたいな顔してて。
まだ終われてないもの。いや、ロズレード S 早いから上取られてるかな。一発でやられないといいんだけど。よし、じゃあ、火炎車。やっぱ取られてるよね。どうかな。結構入る。効果今一つでこんな入んのか。よし、どうだいけ。たすきか。木の実か。ギリギリ耐えられちゃったよ。まあでも次落とせるから大丈夫か。じゃあ上取られてるから魔法パンチ。いけ。全然入んない。大丈夫かな。大丈夫大丈夫。じゃあ最後火炎車で。傷薬使ってくる。全回復しちゃったからもう一発かな。どれぐらい減るか。落ちた落ちた。じゃあさっきの乱数だったんだ。よかった。勝てた勝てた。全員レベルアップした。いいねいいね。カラちゃんもね、ほんと何もしないけどレベル上がってくからいいね。やったー、まとねさんに勝てたー。かわいい。すごい喜んでくれてる。2904円やったね。ありがとう。あなた強いんだ。ポケモン育てるの大変だったでしょ。あなたのポケモンの愛情ってやつね。ありがとう。2個目のバッジゲットだ。やった。フォレストバッジをもらった。やったね。もう2個目だ。居合切りも使えるようになった。じゃあさっきの上のとこ行けるじゃん。よしよしよし。シールをもらった。オザマシン86を手に入れた。草結びか。いいねいいね。確か豪華ザルが覚えるから、そのうち覚えさせようかな。そうだ、忘れないうちに回復させとこう。今回のジムも彦丸だけで倒しちゃったな。そろそろね、リンクとかカラちゃんも活躍させてあげたいな。よし、じゃあ戻ってこう。そうだ、ここなんだ。マンション。マンションと、こっちは自転車屋さんだ。自転車買えんのかな。店員さん子供？店員さんじゃないんだ。店長さん銀河団のビルに行ったっきり帰ってこないんだね。オッケー。じゃあ、やっぱ上のとこに行けばいいんだね。ねえ、チャリアの店長さんどこやったの？銀河白帯ベルだって。じゃあここね、居合切り使って入ろう。そういえばどっかに自転車がないと進めない道あったからね。店長さん助けるのはマストなんだね。よし、行くぞ。いっぱいいる。宇宙に羽ばたくんだね。ポケモンくれるのかい？あげないよ。自転車の親父のように痛い目に合わせるぞだって。バトルだ。すごいことをするためにポケモン集めてる？下っ端だから何するか教えてもらってないのかな？ちょっとかわいそう。めっちゃいる。これ全部戦うのかな？いや、ちょっとここは編集上早送りかな。最上階だ。この人が自転車の親父さん？ポケモンを奪って何がしたいんだ？ほんとだよね。幹部だって。まずはしてたけど、この人何さんって言うんだろう。この BGM やっぱりかっこいいね。この人は何さん？ジュピターさんだって。背景も宇宙になっててかっこいいね。ズバッと送り出した。いけ、彦摩呂頑張れ。でも彦摩呂じゃなくってコリマルだったら効果抜群取れるから、コリマルにしようかな。ね、レベルも上げたいし。よーし、コリマル2頑張れ。行ってこい。威嚇はね、入んないんだけどね。超音波だ。こんなんじゃん、やだ。せっかく出したのに。でもいいか。このままいっちゃえ。スパーク。頑張れ。ダメか。どうだ。ダメか。
うわ、しかも黒いものなしで帰らなくなっちゃった。いやー、次解けないかな。頑張れ頑張れ。よーしよしよし、いいぞいいぞ。よーし。おー、偉いね、コリマル。よしよし。じゃあ次はなんだ？あ、カラちゃんもね、本当に何もしないけどレベルは上がってく。スカタンクか。スカタンクってあんまり見ないけど。まあ、でも、ちょっと何タイプかわかんないから、一番レベルが高い彦丸に変えとこうかな。よし、行け、頑張れ。じゃあ、とりあえず火炎車かな。どうだ、入るか。おー、あんまり入んないね。毒ガス？また毒になっちゃった。さっきのジムリーダーより強くない？どうしようかな。じゃあ多分次でも落ちないから、一回グロパンでA上げとこう。よし、オッケーオッケー。何打ってくるかな。しっかり実食べるんだね。強いな、ジュピターさん。火炎放射。いや、それは効かないよ。毒は確定だけど、火炎放射も使うって何タイプなんだ？じゃあ次火炎車で、間違ってバップ打っちゃった。もったいない。火炎車だったら倒せそうだったのにな。マジで何タイプなんだろう。全然わかんない。いやー、毒のダメージもね、地味に嫌だね。じゃあもう絶対倒せるからグロパンで。よしよし、オッケー。おー、危ねえ、倒されるとこだった。そっか、誘爆とかあんのか。いや、ポケセン何回でも使えるわけじゃないから、よかった、倒されなくて。1840円。結構くれんね。やっぱ幹部になるとお給料いいのかね。ポケモン像の調査も終わった。発電所のエネルギーをまず集めた。伝説ポケモンの力で新王地方を支配するのが目的なんだ。君のおかげでピッピを取り戻せたよって。このピッピはおじさんのなんだね。よかった、助けられて。自転車に来てくれって。これ絶対自転車無料でもらえるやつじゃん。やった、ラッキー。じゃあね、とりあえず回復と、あと時消しとね。いや、危なかったな、彦摩呂。よかった、落とされなくて。よし、じゃあ行こう。自転車に向かえばいいんだね。このビル結構高いけどエレベーターないんだね。全部階段なんだ。なんだ、銀河内やっぱお金持ってないのかな。右行けそう。ここ居合切り使えるじゃん。この先なんだろう。なんか落とし物とかあるのかな、この先には。あったあったあった。泥棒を見つけた。てか、この下の像なんだろう。なんかディアルガっぽかったけど。何かな。やっぱりディアルガかな。ポケモン像に解説が書かれている。生まれしディア。すごい途切れちゃってるんだ。ところどころ文字がかすれて読めなくなってる。でもディアルガだよね。ここは何だろう。お店屋さん？いらっしゃいませ。安くてよく聞く漢方屋です。万能の粉。状態異常すべて回復する。この復活層すごない？瀕死のポケモン1匹の HP をすべて回復する。元気の塊じゃん。これ買えるの熱いな。何個買おう。25,000あるから、結構行きたいけど怖いかな。ガソリンとかもあるしね。5個あればいいかな。オッケー。これでもしやられても大丈夫になったね。いや、ポケセン使えないからめちゃくちゃ助かる。本当はね、もっと買っておきたいけど。でもこの後どれぐらいお金使うかわかんないからね。ちょっとこれぐらいにしとこう。よし、親父さん来たよ。自転車ちょうだい。ね、感謝してもしきれないでしょ。やったー、自転車。表にあるの？なんだ、準備いいじゃない。自転車の色は君に選んでほしい。何色にしよっかな。みんなが選ばなそうなのがいいな。
じゃあ、黄色にしよっかな。あ、かわいいじゃん。うん、黄色にする。まるでピカチュウの電撃に打たれるような刺激的な黄色を選ぶなんて、君にぴったりだ。ねえ、めっちゃ似合ってるよ、りのちゃん。かわいい。ありがとね、親父さん。よし、じゃあこれでガツガツ行こう。んで、次はどこ行けばいいんだ？上かな？あ、でも上は銅像があっただけだったから、いや、やっぱ下か。この下まっすぐ、あ、なんだ？探検セット持ってないの？ポケセの横にいるおじさんに会ってみたら？探検セットってやつをもらってからじゃないと次に行けない感じなんだね。よーし、じゃあ明日行こう。お久しぶりです。誰？なんか途中にいたね、コウキのお父さん。忘れちゃってた。38匹と出会いました。不思議な目もらった。ありがとう。206番道路。やっと終わった。サイクリングロード長かった。これなんだ？シールもらった。ありがとう。なんかこんなのつけてみよう。じゃあこの次は206番道路。ちょっと回復しとかないと。ほんの少しだけどね。実もらってこうね。ズリの実。ズリの実ってなんだっけね。持ってても困んないし、一応もらっとこう。こっちの先か。207番道路。後期ちょっと久しぶりじゃん。ポケモン図鑑の調子はどう？まあまあかな。いいもの？じゃあ右。バトルサーチャーか。バトルサーチャーを手に入れた。なんだそれ。もう一度戦ってくるトレーナーがわかるんだ。じゃあお金を稼ぐにはちょうどいいね。ダウジングマシンを手に入れた。ポケッチのアプリなんだ。見えない道具を探せます。いいね、ありがとう。なんかいろいろもらっちゃった。じゃあね。今度使ってみよう。で、この先は？特に重要な販売ではなさそうだね。やっぱダブルバトルは長い。ちょっと回復しとこうね。あれなんだろう。いい傷薬ゲット。ラッキーラッキー。あのおじさんさ、確か地面タイプ使ってこなかったっけね。ちょっとカラちゃん先頭にしとこうかな。よし、オッケー。ちょっと行ってみよう。天眼山を抜けてきたけど、まだまだ元気いっぱいだぞ、だって。じゃあこの先も天眼山なんだ。ありがとう、860円。よし、じゃあ回復。減ってないね。オッケーオッケー。じゃああの先だ。たどり着いた。この先天眼山だね。よし、じゃあポタデンの充電もそろそろ終わりそうなんで、ここで一旦やめておきます。それじゃあ次の目的地の天眼山のモデルになっている日高山脈を見に行きます。日高山脈を車に登ることはできないので、よく見える位置に行こうと思います。またね、ここから3時間ぐらいかかるんですけど、もうね、さすがに3時間ぐらいならね、慣れてきました。それじゃあ駐車料金払って向かいます。駐車料金は3時間で900円でした。ポタ電の充電もバッチリです。天眼山のモデルになっている日高山脈が見渡せる展望台に来ました。
なんですけど、ちょっとね、雲がかかっちゃってるっていうか、ちょっともやもやっとしてて、あんまり綺麗に見えないんですよね。いやー、ちょっとこれはリサーチ不足でした。まあでもすごい見晴らしが良くて綺麗な場所なんで、ちょっと散歩しに行ってきます。こちらが天眼山のモデルになっている日高山脈です。ゲームのモデルになっているだけあって形も似ています。少しもやがかかっていて見づらいのが残念だったんですけど、ギリギリカメラに映ってくれてよかったです。いや、ちょっと日高山脈がね、ぼやけちゃっててよく見えなくて残念だったんですけど、まあでも景色はすごく綺麗でした。それじゃあゲームの中でも天眼山に移動します。よし、じゃあ再開します。現実世界と一緒でゲームの中も夕暮れだね。こっちは波乗りがないといけなそうだから下かな。赤木さんだ。君は世界の始まりを知っているか？天眼山は神王地方始まりの場所という説があるんだって。ポケモン勝負と争うことは違う。そうだね。心は弱いから難しいだろうけどね。なんかやべえやつだ。なんかちょっと強めの思想を持ってそうだね、赤木さんね。でもあれだけで行っちゃうんだ。なんかバトルしたりとかじゃないんだね。じゃあこっち行って、208番道路。天眼山あっという間だったね。ガハハ、子供の悲鳴が大人の話にかなうかなって癖強くのトレーナー。いつくにさん。出部で送り出した。じゃあちょうどカラちゃん先頭にしてるからいいね。よし行け、カラちゃん。じゃあ水の波動。どうかな？よしよしよし、オッケー。まだ特性頑丈な出部では出てこないんだね。どうしようかな。このまま右行ってみよう。なんか落とし物ある。技マシンとか使えるやつだったらいいな。モンスターボールか。モンスターボール本当に全然使わないからね。さっきのとこの上はどうなってるか一応見てみるか。なんかあるかもしんないしね。落とし物あった。スピーダーか。左はね、まだロックぐらいもないから登れなそうだね。トレーナーいっぱいいるからバトルしてこう。1088円。ありがとう。嬉しい。もう一人いた。黙ってこれを持っていけ。要石を手に入れた。ありがとう。何に使うかわかんないけど。よし、じゃあ、この先様子がシティだ。じゃあ、一旦回復しといて、ここまでで終わろうと思います。よし、じゃあ次は、よすがシティのモデルになってる帯広に行こうと思います。で、調べてみたら、ここからそんなに遠くないみたいなんで、今日遅くならずに到着できそうです。よし、じゃあ片付けして気をつけて向かいます。展望台から少し戻っていると、馬の群れに遭遇することができました。こんなにたくさん馬を見たのは人生で初めてだったんですけど、すごい神秘的で感動しました。すごくいい景色も見れたので、もう一踏ん張り運転頑張ります。帯広駅の地下駐車場に到着しました。それでは早速散策しに行ってきます。JR 帯広駅に到着しました。駅前にはホテルやビルが立ち並んでいます。
ゲームの世界でも噴水がありますが、ここにも大きな噴水がありました。形が独特なので、待ち合わせ場所なんかに使われていそうですね。駅の反対の出口にも行ってみたんですけど、特によすがシティに似た場所はありませんでした。ゲームのマップを見てみると、ここがよすがシティです。実際の北海道の地図と見比べてみたところ、モデルになっていると言われているものの位置は違いました。ただ、天眼山のモデルになっていると言われている日高山脈の右側にあるという点は一致していますね。車で10分ぐらい移動して、帯広で有名な万栄競馬場に来ました。今日は旭川記念という重賞があるそうです。今結構ゲーム内の資金が潤沢なんで、せっかく帯広に来たんで万栄競馬に挑戦してみます。で、もし勝てたら帯広名物の豚丼を食べに行きたいです。いやー、楽しみ。万栄競馬は普通の競馬とは違って、直線 200m のコースを重いソリを引きながら速さを競うレースなので、馬もめちゃくちゃ大きくて馬体重は 1000kg を超えています。この馬たちはバンバと呼ばれていて、バンバドロのモデルになった馬です。車券買ってきました。去年の母なのに全然人気のなかったクリスタルコロダと、あと名前がかっこよかった皇帝の単勝で勝負します。いやー、いよいよ始まるぞ。スタートした。頑張れ頑張れー。いやー、それ重いねー。頑張れー。まずはちっちゃい坂を越えて、よし、いいぞいいぞ。おい、いい、めっちゃいいじゃん。はい、頑張れ頑張れ。あ、すごい、今んとこ2位先頭だ。頑張れ頑張れー。あ、一回休憩してね。大丈夫大丈夫。ゆっくり行こうゆっくり行こう。よし、一回力貯めて。頑張れ頑張れ。お、いいぞ。いい勢いだ。いいぞ。おー、すごいすごいすごい。よし。頑張れ頑張れ。おー。よし、こっからこっから。あ、めっちゃええめっちゃええ。あ、いいぞいいぞ。頑張れ。うわー、めっちゃ接戦だ。頑張れ。もうちょっともうちょっと。よし。あ、すごいすごいすごい。先頭先頭。頑張れ頑張れ。そのままそのまま。あー、でもあんまりお尻に鞭入れないであげて。あと少しあと少し。よし、頑張れ頑張れ。お、お、うわー、やったー。やった、当たりましためっちゃ嬉しい。じゃあ早速払い戻し行ってきます。ルンルンで駐車場に戻っている途中で綺麗なイルミネーションも見れました。競馬で勝てたので豚丼を食べに行きます。今、口コミが良かった豚丼屋さんに来てみたんですけど、なんとね、ラストオーダーが8時半までで、もうギリギリ入れませんでした。まあ、しょうがないんで、今日もおとなしくコンビニ飯で済ませようと思います。じゃあ、これからお風呂に行って、その後今日休憩する道の駅に移動します。天然温泉、奉納前音更に来ました。ここの温泉には電気風呂があったので、長時間運転で疲れた腰を重点的にマッサージしました。それじゃあ準備できたんで夜ご飯にします。今日もセイコーマートなんですけど、結構今回いろいろ買ったんですよ。まずはほうじ茶と野菜生活のマンゴー味。それからきんぴらごぼう。で、最後が
ピリ辛ザンギ焼きそばです。ザンギが入っているので、いつもより少しお高めだったんですけど、もうめちゃくちゃ美味しかったです。野菜も取った方がいいので、きんぴらごぼうと、あと野菜ジュースとほうじ茶も買いました。ごちそうさまでした。いや、お腹いっぱいになりました。それじゃあゲームの中でもヨスガシティに入ります。じゃあ続きやっていきます。ヨスガシティといえばスーパーコンテストショー。あ、ミミロールだ。よかった。あなたが偶然そこにいて。あ、ミミロールが脱走しちゃってたんだね。あ、よかった。捕まえられて。あ、この人はスーパーコンテストショーの審査員さんなんだ。へえ。あ、じゃあなんか必要なイベントなのかな？あ、そうそう、ポケモンジムに挑戦しに来ました。ここはヨスガシティ、心が触れ合う場所だって。なんか素敵だね。この人は？あ、コンテスト会場まで送ってってくれんだ。お願いします。あれ、誰かいる。あ、ここはコンテスト会場か。あら、ごめんなさい。スーパーコンテストショーですか？楽しんでください。あ、安川のジムリーダーの人なんだ。メリッサさん。はいはい。そしたら勝負しましょうってことは、まだジムリーダー戦えないのかな？まあ、とりあえずコンテスト行ってみるか。あれ？ママじゃない？あ、ママだ。どうしたのママ。なんでこんなとこいんの？みなとスーパーコンテストショーのこと話したことないもんねって。なんでどうしてここにいるのか教えてくんないの？あ、プリティシールをもらった。コンテストに出るときにこれつけるといいんだ。へー。てかママってあやこさんって言うんだ。あ、ヨスガに遊びに来たんだね。すごい偶然。スーパーコンテストショー出なきゃいけないのかね。あ、ドレスもらった。あ、これ着てコンテスト出るんだ。あ、ママもう少しおしゃべりしようよ。もう行っちゃったよ。でも確かコンテストストーリーに関係なかった気するから、まあ出なくていいか。そしたら、とりあえず先にお金の精算行かないとね。あったあった。じゃあまずは、旭川の駐車料金が900円。それから、お風呂が500円だったから、傷薬1個と、麻痺直し1個で500円。で、コンビニご飯が600円だから、傷薬2個。じゃあ、あと、万栄競馬で買った6000円分売却しようかな。でもそっか、売却すると半額になっちゃうんだ。そしたら逆に損だから、じゃあいっか。そしたら、次どこ行こうかな。なんかこっちはふれあい広場。なんかこっち街から出ちゃいそう。まあ、とりあえずジム行ってみるかな。なんかね、さっき強くなったら戦いましょうとかって言われたけど、どういう意味なんだろう。何このジム。狭くない？ジムトレーナーに挑戦しに来た。ジムリーダーいないんだ。じゃあ、なんか、話を進めてからじゃないとメリッサさんに戦えないんだ。ヨスガシティを探索しようになってるから、まだもうちょっと見なきゃか。お姉さんいる。ここか？貝殻の鈴を手に入れた。これ確かすごい便利なやつじゃなかったっけ？やった、ありがとう。ちょっと待たしてみようかな。ほら、ダメージを与えた時に HP 回復するって。これすごい便利じゃん。よかった。この人に話しかけて。いや、マジどこ行くんだろう。結構いろいろ回ったんだけど。そっか。街から出たら順に話しかけられんだ。なんだ、ずーっと探し回っちゃったよ。
そっかそっか、よかった。じゃあ、ジュンも結構強くなってるかな。レベルどんぐらいだろう。あ、でもムックル使ってんだ。かわいい。じゃあ、一旦コリマルに変えようかな。よし、行ってこい、コリマル。ガムシャラ。まあまあ、あんま入んないでしょ。うん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 。じゃあ、電気ショック。いけ。さすがに一発で落ちるでしょ。よしよし、オッケー。次は何出してくるかな。おー、貝殻の鈴めっちゃ便利だね。ポケセン好きに行けないからさ、こういう風に回復してくれたらすごい助かる。お、ぼったいしか。いいの水タイプで。おー、ちゃんと進化してるね。やったな、こっちもすごいの見せてやる。何使ってくんだろ。じゃあこっちはスパーク。よし、行け。一発じゃ落ちないか。鈴助かる。ステラスロックそれがすごいやつ？なんかあんまりすごそうじゃないけど。さあ、電気ショック。よしよし、オッケー。ぽったいし全然すごいとこ見せらんなかったじゃん。ヌゼリアだって、じゃあ彦摩呂に変えよう。頑張れ彦摩呂。ステラが入っちゃった。よし、じゃあここは火炎車でいいね。さすがに一発で落ちると思うけどどうかな。オッケーオッケー。まあさすがにレベル差もあるから一発だね。じゃあ最後の一匹はなんだ？お、ポニータだ。そしたらカラちゃんでいいね。よし、行けカラちゃん。地味にこなしてる絵だね。よし、じゃあ、水の波動。上取られてる。ポニータって結構早いんだね。あんまりポニータと戦うことないからどっちが上取ってるかわかんなかったよ。一発で落として。落ちないか。でもこんな引いた。熱い熱い。じゃあ最後は水鉄砲でいこう。自傷して自傷して。よしよしよし、いいねいいね。カラちゃんの水鉄砲。さすがにこれ落ちるね。よし、オッケー。結構トレーナーと戦ってレベル上げしてるから、そこまで強く感じなかったね。よし、やったー。なんだってんだよ。わすき2352円、やったー。ありがとね、ジュン。超助かっちゃうよ。よし、次はトバリシティのポケモンジムに挑戦するか、だって。じゃああれかな、ヨスガシティではまだジムリーダー戦えないから、次の街行っちゃっていいのか。よーし、オッケー。じゃあこの右んとこ行っていいのかな。卵いる？あずからさんでもらったんだけど、いやー、卵ね、欲しいけど、フィット持ってないポケモンは持てないからさ。ありがとね、おじさん。壊れた石の塔。この先にあるんだ。なんだろうね、それ。バトルだ。まあ、ここもね、お小遣い稼ぎのためにコツコツやってこう。これがさっき言ってた石の塔かな。ロストタワー。なんだろう。なんかお墓っぽい。シオンタウンにもこんな感じのとこあったよね、そういえば。やっぱりそうだ。名前的にもね、お墓っぽいし。じゃあバトルしながら行こう。やっと最上階着いた。何このおばあちゃんたち。ロストタワー、死んだポケモンの魂を沈める場所。おざましいん手に入れた。おざましい96ってなんだろう。秘伝技の怪力だ。よかった。ここ全部登ってきといて。こっちのおばあさんは清めのお札を手に入れた。これはなんだ？戦闘のポケモンに持たせると野生のポケモンが出なくなる。いいね。じゃあこれ帰り超スムーズに帰れるじゃん。いやー、ストーリーに関係ないかと思ってスルーしちゃうとこだった。持たせなきゃいけないんだよね。じゃあ、彦摩呂に持たせて。よし、オッケー。これで憎くなるね。
いや、長すぎて動画上はカットしちゃってると思うんですけど、見て、こんなにトレーナーいるのを描く会に。超時間かかっちゃった。確かに野生のポケモンで憎くなってる気がする。助かる助かる。よし、一番下まで降りてきたね。じゃあ、この先行ってみよう。上かな？あれ？待って。この先ズイタウンだって。じゃあ今日はここまでしかできないんで、また明日ズイタウンに行ったら続きやります。じゃあこの先はズイタウンになるんで、明日はズイタウンのモデルになってるアショロ町に行きます。よし、じゃあ片付けて歯磨きしちゃおう。それじゃあおやすみなさーい。おはようございます。今日はズイタウンのモデルになっているアショロ町に移動します。今いる帯広からはだいたい1時間半くらいで行けるみたいなんで気をつけて向かいます。移動の途中でセイコーマートがあったので朝ごはんを買いに行きます。今日の朝ごはんは塩サバおにぎりとウーロン茶にしました。ガソリンスタンドも近くにあったのでついでに寄っていきます。残りが3メモリになってしまっていたので4000円分入れて満タンにしました。これで安心して向かいます。アショロ町にある道の駅アショロ銀河ホール21に到着しました。ここの道の駅がね、なんか街の玄関口って言われてるみたいです。なので少しこの辺りを散策してきます。ゲームのマップを見てみると、ここがズイタウンです。実際の北海道の地図と見比べてみたところ、モデルになっていると言われているものの位置は違いました。ただ、ヨスガシティの右上にあるというところは一致しています。こんな感じで高いビルもないので、ズイタウンと雰囲気は似ています。今は廃線になっていますが、アショロ駅がありました。ズイタウンは木造建築っぽい建物が多いので、木造の駅舎を見つけることができて、ここにもズイタウンっぽさを感じました。昔使われていた線路も残されているので、アショロ町の歴史を感じることができます。映画のセットに使われていた十勝新聞社に来ました。ズイタウンにも新聞社があるので、ここがモデルになっているかもしれないですね。駅の周りを散策していると、なんとポケフトを見つけることができました。信陽地方にまつわるユクシー、アグノム、エムリットが描かれていたので、運よく見つけられてめちゃくちゃラッキーです。北海道の自動販売機にはロコンのラッピングがされているところもあるので、ぜひ探してみてください。ただいまー。いや、ここポケフトもあってめちゃくちゃラッキーでした。ロコンたちめっちゃ可愛かったです。それじゃあゲームの中でもズイタウンに移動します。じゃあ続きやっていきます。こっちかな？ここはズイタウン、清めに暮らせる街だって。いい場所だね。それじゃあね、朝使ったお金とかを精算しようと思います。朝ごはんが四捨五入して350円なんで、虫除けスプレーが1個。ガソリン代が四捨五入して4000円なんで、傷薬が13個で3900円と、あとは毒消し1個で、これで合計4000円。よし、オッケー。よし、じゃあ、ズイタウン散策してみようかな。木の実取ってこうね。この人は？ポケモンヒストリーというポケッチのアプリ。なんだそれ。ストーリーには関係なさそうかな。ここは？ポケモン新聞社。行ってみよう。どうもこんにちは。あら、いらっしゃい。バイト？看板？違う違う。ポケモン探しのプロだからな。
なんか、ロズリードを連れてきてほしいんだね。いや、ごめんけどさ、欲しいポケモンボコボコ捕まえられる状況じゃないからさ、連れてこれないんだわ。悪いね。あ、預かり屋のおじいさんだって。でも言わないや。こっちはどうもおばあさん。卵ね、見つかるよね。まあ今ね、厳選してらんないからね。よし、じゃあ回復しとこう。じゃあこの先はもう街終わっちゃった。そっか、ズイタウン結構狭いんだね。牧場仕事で鍛えたポケモンだって。ミルタンクとか出してきそう。牧場おじさんのザクが勝負を仕掛けてきた。A パムか。全然ミルタンクじゃなかった。じゃあマハパンチでいいね。もしかしたら猫騙し来るけど。よかった。オッケー。じゃあもう一回電気ショック。オッケー。いけゴリマル。一発だ。ゴリマルやっぱり A が高いから物理技は火力出るね。で、貝殻で回復して。952円ありがとうおじさん。右にトレーナーいるから近道しよう。あれ待ち伏せされてる。いやー、上にもトレーナーいるから結構時間かかりそう。よし、この人で最後っぽいね。じゃあ回復しとこう。なんかカフェっぽいから入ってみようかな。めっちゃカフェだ。かわいいウェイトレスさん。ご注文は何ですか？モーモミルクだけですけど。高くね、モーモミルク。でも傷薬と比べたら安い？一応1本買っとこう。モーモミルクを手に入れた。ありがとう。どこだモーモミルク。あった。1匹の HP を100だけ回復する。確かいい傷薬が70回復で700円だから、全然お得じゃん。もっと買っとこう。じゃあ、10本くれ。やった。お得に回復できるね。いや、10本も買ったら絶対この店の太客だよね。なんていうか、左にめっちゃコダックいない？何やってんの？コダックたちがじっとしている。なんか当選簿してんのかな？上に行くとカンナギタウンだから、ってことはまだ行けないってことか。なるほどな。俺はお宝ハンター。君から勝利をハンティング。何言ってんだこの人。遺跡マニアだからそんなこと言ってんのね。てっきりやばい人かと思った。よし、じゃあ火炎車。雨降ってるからあんまり離そうだけど。半分か。ヤピカだ。これはちょっとめんどくさいな。一旦コリマルに変えよう。よし、行けコリマル。ジャイロボール。どうだ？全然入んないね。よしよし。じゃあ弱点の噛みつく。オッケーオッケー。コリマルはアクアゾンボールの偉いよね。いやほんとね、札幌のポケセンにフィットあってよかった。貝殻の鈴もね、めちゃくちゃいいし。タテトプスだ。じゃあカラちゃんかな。雨も降ってるし、水の波動で。いけ！感情か。でも混乱した。飲む！自称。ダメか。まあ、挑発だからいいけど。PP を抑えたいから、のしかかりで。よし、オッケー。彦摩呂レベル30になった。いや、何レベルで進化するかな。まだ豪華ザルは持ってないから進化させらんないんだけどさ。いや、次、寿シティ行けのいつだろう。これはなんだ？PP エイド。PP エイドはいいね。いいなぁ、6章かっこよかったなぁ。
やー、次ポケセンに行く時までにポケモンフィットの6章がね、再入荷してたらいいんだけど。あ、湿布返し。おー、あざましい、ありがとう。湿布返し使うかな、どうかな。あ、なんか結構入り組んでる道だね。これはなんだ？拳のプレート。宇宙生まれし時そのかけらをプレートとする。なんかスピリチュアルな感じか？なんなんだろうね。これはなんだ？ああ、エフェクトガード。ああ、こっち系のって全然使ったことないんだよね。あれ取りに行きたい。おう、なんでもないし、これは助かるね。215万ドルここで終わりか。いやー、結構長かったな。じゃあこの先がトバルシティみたいなんで、一旦ここでやめておきます。よし、じゃあこの後はトバリシティのモデルになってる網走に行こうと思います。こっからだいたい2時間半とかそれぐらいでつけるみたいなんで気をつけて向かいます。トバリシティのモデルになってる網走市に到着しました。それじゃあ網走を観光してきます。今日はずっと曇りの予報であんまり天気良くないなーって思ってたんですけど、でもね、たまにね、晴れ間が見えたりして意外と天気良くて良かったです。網走駅に到着しました。駅前には不気味な石像があります。調べてみたところ、6世紀から10世紀頃にクジラやアザラシなどを狩猟していた古代の優れた海洋狩猟民族だったヨロ人の像みたいです。駅前はこんな感じでホテルはありますが、隕石や石に囲まれているわけではないので、あまりトバリシティには似ていませんでした。近くを歩いていると、お米や穀物の倉庫を見つけました。こじつけではあるんですけど、もしかしたら銀河団倉庫のモデルになっているかもしれませんね。ゲームのマップを見てみると、ここがトバリシティです。実際の北海道の地図と見比べてみたところ、ほぼ同じ位置にあると言っていいと思います。今結構資金に余裕ができてきたんで、今からお寿司食べちゃおうと思います。いやー、この前は帯広でね、豚丼も食べ損ねちゃったからめちゃくちゃ嬉しい。近くにあった回転寿司に来ました。ホタテやカツオ、中トロ以外にも北海道ならではのカニのふんどし寿司も注文してみました。ちょっとお寿司のネタがぬるくなっちゃってて美味しさが半減しちゃってたので、そこだけ残念でした。気を取り直して網走で有名なジェラート屋さんに来ました。10種類のジェラートがあるんですけど、なんとカニが使われてるジェラートもあります。買ってきました。カニが使われてるジェラートとブルーベリーチーズとソルトの3種類にしてみたんですけど、全部めちゃくちゃ美味しかったです。特にカニが使われてるジェラートが本当に美味しかったです。美味しすぎて速攻食べ終わっちゃったんで、もう1個買ってきます。ということで、ジェラートをもう1回おかわりしてきちゃいました。2回目はさっき美味しかったカニのジェラートとストロベリーとチョコミントにしました。ただいまー。いやー、ジェラートめちゃくちゃ美味しかった。もう本当にどの味も美味しくて、で、網走なんてね、そうそう来れないしと思っておかわりまでしちゃいました。それじゃあこの後道の駅に向かうんですけど、先に洗濯をして、でお風呂屋さんに行きたいと思います。洗濯物が溜まってきたので、まとめて洗濯していきます。60分でやっとけばおそらく全部乾くと思うので、洗濯に1000円使っちゃいます。
じゃあまた1時間後に戻ってくると思います。洗濯を回してる間にお風呂に行きました。ここの旅館の日帰り温泉でゆっくりして、その後洗濯物を取りに行こうと思います。今日休憩させていただく道の駅流氷街道網走に到着しました。それじゃあ車中泊の準備します。じゃあ準備できたんで夜ご飯にします。今日の夜ご飯もセコマで買ってきて、切り干し大根と、あとこれめちゃくちゃ美味しいんですけど、セコマのカツ丼と、それから途中喉乾いたんでもう開けちゃったんですけど、ファンタのレモンを買ってきました。セイコマのカツ丼は637円なんですけど、味がめちゃくちゃ美味しいので、かなりコスパがいいです。コンビニとは思えないくらい美味しいので、北海道でコンビニに行った際は、ぜひセイコーマートのカツ丼も食べてみてほしいです。ごちそうさまでした。いやー、久しぶりにめちゃくちゃハイカロリーなもの食べちゃいました。今日はね、アイスも2個食べちゃったしね、ちょっと明日はカロリーに気をつけてヘルシーな食事にしようと思います。よし、じゃあこれ片付けて、今、トバリシティのモデルになってる網走市にいるので、ゲームの中でもトバリシティに移動します。じゃあ続きやっていきます。あ、木の実もらってこう。よし、オッケー。じゃあトバリシティに入ろう。ああ、銀河団だ。これお前だ、お前。あ、銀河倉庫がこの先にあるんだ。へえ。あ、こっちは入っていいのね。あ、でもここからだと何もできなさそう。へえ、銀河ビルの次は銀河倉庫か。あ、結構土地持ってんだね、銀河団。あ、ここ登れない。ここはトバリシティ、石に囲まれた空間。あ、確かになんかゴツゴツしてるね。隕石があるんだ。へえ、網走はね、特に石っぽいとことか、あと隕石とかもなかった気がするけど。うん、特にこの辺はストーリーには関係ないのかな。ジム行きたいんだけどどこだ？あ、後期。あ、ジムもあったね。後期久しぶりじゃん。そう、ジムに挑戦するの。あ、デパートに行ったり。へえ、トバリってデパートあるんだ。そっちも行ってみたいな。じゃあジムリーダー挑戦する前にデパート行ってみちゃおう。何ここ。何これ。ここも銀河団か。あったあった、トバリデパート。ここだ、ここだ。トバリデパートです。よし、じゃあ上行ってみよう。サービスでポケッチのアプリをプレゼントしています。いるいる。カウンターを手に入れた。カウンターで9999まで数えられますだって。使うかわかんないけどありがとう。こっちはこの辺はいらないかな。ここもお店屋さんだ。ローキック、地ならし、トンボ返り。リフレクター。迷うな。こっちは火炎放射、霊美。霊美買っといてもいいかも。どうしよっかな。ちょっと迷うな。ここもまだ売り場だ。いっぱいあるね。よくわかんないけど、この辺はいいかな。よくわかんないからいいや。
あ、もう売り場おしまいだ。なんか休憩スペースみたい。うん。お、くっつき針を手に入れた。ありがとう。こっちのマダムは？ああ、外商さんだ。じゃあ一番上はもうおしまいだね。いつものフレンドリーショップ代わりのところはここかな？あ、そうだそうだ。じゃあ今日の駐車場代が200円と、で、お寿司が四捨五入して1100円だから、いい傷薬と、傷薬一つと、あと毒消し一つでこれで合計1100円。で、ジェラートが四捨五入して1300円だから、すごい傷薬一つと、毒消し一つでこれで合計1300円だね。あとは洗濯が1000円だから、いい傷薬と傷薬で合わせて1000円。で、これが500円だから、傷薬一つと、麻痺直し一つでこれで合計500円。最後が今日の夜ご飯が四捨五入して900円だから、いい傷薬一つと、麻痺直し一つで、よし、オッケー。いやー、生産長かった。今日は結構贅沢にいろいろ食べたからね、いっぱいお金使っちゃったよ。ここはいいかな。そう、やっぱりね、技マシン買いに行こうかな。すいません、やっぱり買いに来ました。そう、火炎放射とレービー。とりあえずレービーは買っとこう。うん、多分後々使うと思う。と、あとは火炎放射。これもね、後々使うかもしれないから一応買っとこうね。あとは、これぐらいでいいかな。よし、とりあえずいいかな。あとはね、ちょっとめっちゃ迷ってるのがね、地ならしなんだよね。いやー、どうしよう。いやー、やっぱりいいかな。そういえばこの辺まだ見てないね。どうもこんにちは。ふん。ふんふん。ふんふん。なんか特に重要そうな人はいないのかな？どうもこんにちは。ね、銀河団のビルあったら怖いよね。ね、悪趣味なビル。じゃあジムリーダーに挑戦しに行きましょうかね。めっちゃ格闘って感じ。俺たち空手4兄弟、涙の拳をお見舞いしてやるぜ。確かに4人いたね、今。あ、君は白ってことは末っ子さんなんだね。ゴーリキーだ。いや、ムックル捕まえられなかったからさ、効果抜群つけるポケモンがいないんだよね。大丈夫かな？じゃあとりあえず火炎車で。結構ね、PP もやばいんだよね。半分しか入んない。結構このジムやばそうだな。じゃあもう一回火炎車。いけ！よし、オッケーオッケー。お、朝なんだって。じゃあとりあえずコリマルで威嚇入れるか。頼んだぞ、コリマル。いやー、この威嚇って特性ほんと強いよね。じゃあとりあえず噛みつくで。見切り。だる。PP ないから地味にやだな。じゃあ次は電気ショック。また見切り？しかも2連引きで決まってるし。めんどくさい。朝さん勘弁してよ。一旦ボルチェンしよう。じゃあ、カラちゃんにしよう。頼んだよ、カラちゃん。かわいい。岩のだれ。大丈夫だよね。オッケーオッケー。よし、じゃあ、のしかかり。また見切りか。もうめちゃくちゃ時間稼いでくるじゃん。ちょっと朝なん嫌いになりそう。フェイント。これは全然大丈夫でしょう。よしよし。のしかかり。オッケーオッケー。いや、時間かかった。
こんな感じで見切り毎回疲れたらやだなおー、832円ありがとう。よし、とりあえず回復だね。イカが入るから、コリマル先頭にしとこう。多分ね、その方が安定すると思う。ちょっと。もう、プロコン2のスティックむずい。なんか繊細な操作ができないんだよね。じゃあこの人はサブローかな？一郎かい。長男出てきちゃった。またゴーリキーか。じゃあ、コリマルの威嚇入れて、何打とうかな。とりあえずボルチェンから。池からちゃん。リベンジ。威嚇入ってるし大丈夫でしょ。よしよし大丈夫だね。じゃあ、のしかかり。どんぐらい入るかな。全然入んないね。リベンジ。おー、危ない危ない。じゃあ、一旦自己再生。上取られた。危ない。ギリギリ耐えた。いや、危なかった危なかった。てっきりこっちの方が早いかと思ってたな。もう一回自己再生しとこう。またリベンジ。これは攻撃しないし大丈夫でしょう。PP ラス1だけど。水の波動打っちゃえ。いけ、落ちろ。落ちない。リベンジ。やばいか。よかったよかった。よし、のしかかり。また上取られた。耐えて耐えて。セーフ。いや、ゴーリキ地ならしのタイミングうますぎでしょ。よし、落として落として。オッケーオッケー、ナイス。コリマルがとうとう彦丸抜いちゃった。32レベルに上がった。電磁波か。電磁波はいらないかな。またゴーリキーだ。もういいよ。じゃあ、スパーク。いけ、コリマル。全然入んない。でもヒッター。ナイスナイス。痺れて動けない。いやー、これはコリマル噛みすぎる。よし、もう一回スパーク。いけ。またリベンジ。いやー、これまずいかなー。危ない。よし、じゃあ、ボルチェンで彦丸に変えよう。ジムリーダー前に結構白熱したバトルになってるんだけど。いやー、レベル差はね、まあまああるんだけど、やっぱり効果抜群取れないからかすごい白熱してる。じゃあ、彦丸頼んだ、行ってこい。最後もゴーリキーか。もうどんだけゴーリキー好きな。絶対この人とバリシティにマッスルカフェ出そうとしてるじゃん。火炎車。半分しか入んないよね。ビルドアップ。過ぎちゃ落ちなくなったしさ、ゴーリキーの火力上がっちゃったよ。じゃあ、しょうがないからもう一回火炎車で。急所急所。ダメかー。でも睨みつけるでよかった。とりあえず勝てそう。じゃあ最後はマッハパンチ。オッケー。なんとか勝てた。いやー、このジム強すぎるって、普通に油断したら負けそう。無牛。なんだその捨て台詞。ちょっともう PP がないんで、トバリシティのポケセン使っちゃおうと思います。ジムリーダーのスモモは見た目は可愛い女の子。へえ、そうなんだ。よし、じゃあお姉さん回復お願いします。みんなね、なかなかポケセンで休ませてあげらんないからね。いやー、ごめんね、こんな鬼みたいな縛りルールでプレイしてて。よし、オッケー。じゃあ、事務船戻ろう。今のところね、シローとイチローは倒したけど、もう二人とも合力ばっかなんだもんな。
どうしよう。ジオとサブローもずっとゴーリキーだったら。もういいってゴーリキー。持ち物、いっかこのままで。よし、行こう。じゃあ、こっちはジローかサブローか。ジローだ。もうやっぱゴーリキーじゃん。もういいって。あと一人だ。じゃあ、サブローで最後だね。このさ、あなたの奥のさ、黄色い壁は何なんだろう。ちょっと、どいて。ダメか。どかないか。あ、そうだそうだ。回復しとかないとね。よし、オッケー。じゃあ最後、サブロー行こう。サブローもゴーリキだと思うんだけどさ、さすがに3体はやめてほしいよね。あ、1匹だ。なんで朝なんだよ。そこはゴーリキーだろ。よし、行ってこい、こりまる。じゃあ、電気ショックだ。いけ。まあそんなもんだよね。オッケー。どうだ。結構入るね。じゃあ、スパークだ。いけ。急所？急所じゃない。すごいじゃん。これまでめちゃくちゃ強いな。ナイスナイス。やったー。4球台倒した。めちゃくちゃ疲れたな。じゃあ、あとはジムリーダー戦だね。よし、オッケー。じゃあ、これどうしたらいいんだ？なんか動くっぽいよね。どっから手つけていいか全くわからん。動いちゃった。いや、こういうの苦手なんだよな。よし、多分これでいけるはず。長かった。めっちゃ時間かかっちゃったよ。いや、マッスルカフェにもすごい時間かかったけど、ここでもこんなに手こずるとはね。HP 大丈夫だね。よーし。でも待って。木の実も足しとこうかな。ジムリーダーじゃなくてもね、結構強かったから、ちょっと念には念をでオレンの実も足しとこう。よし、オッケー。じゃあ行こう。はじめまして、よろしくお願いします。ジムリーダーのスモモって言います。かわいいね、スモモさん。ジムリーダーとして私なりに真剣に頑張るので、どこからでもかかってきてください。かわいい。対戦よろしくお願いします。スモモさんもどうせね、ゴーリキーでしょ。3体持ってる。まずは朝なんか。とりあえず威嚇入れて、じゃあ、スパーク。いいダメージ。フラッシュ。命中率下がっちゃったか。じゃあ、ここはボルチェンして、もう一回威嚇入れよう。よし、オッケーオッケー。よし、ポリマル戻っといで。まずここで彦摩呂出して、またゴーリキーだ。で、ここでもう一回コリマル出したら威嚇入れられるからね。いや、めちゃくちゃいいムーブできたと思う。いけ、コリマル。よし、威嚇入れてく。じゃあ、スパークで。あんま入んないか。マヒトナイス。さすがに動いちゃうか。ローキック。めちゃくちゃ入るじゃん、強っ。どうしようかな。一旦回復してみるか。じゃあ、いい傷薬。よし、全回復。
あ、やばい、地鳴らしだ。やばい、耐えて耐えて。あー、危ない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 。あー、よかった、耐えてくれて。いやー、じゃあ、カラちゃんに変えようかな。ゴリマルはまだ威嚇の仕事があるからね。いけ、カラちゃん。地鳴らし。まあ、これは大丈夫でしょう。よし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 。じゃあ、水の波動。いけ、頑張れ頑張れ。まあ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 。わあ、ローキック。あー、めっちゃ会えるなー。このローキックマジで強い。あ、そうだ、俺の実持ってるね。ナイスナイス。あー、でも全然回復しない。じゃあ、ここは痺れるまで回復して待とう。よし、来た来た。やっと痺れた。じゃあ、水の波動。あ、ローキック打たれすぎて上取られてるわ。何のためにこんな粘ってたんだ。若すぎる。いやー、ちょっと100万円のプレッシャーで意味わかんないプレイングしてました。あ、最後ルカリオか。これはヒコムラで勝てるんじゃないか。ルカリオレベル高っ。じゃあ、火炎車で。あ、上取れてる、取れてる、取れてる。危ない。オッケーだけど怖すぎるよ。いやー、こっちの方がレベル高いからまさか上取られてると思わなかった。よし、火炎車行け。残っちゃうか。でもこれマッパ圏内でしょ。大丈夫だよね。よし、落ち着いて落ち着いて。お願いお願い。やったー。いやー、結構ギリギリだったな。よかったー。今までのジムで一番手こずったー。めっちゃ嬉しい。賞金として3840円手に入れた。やった、ありがとう。いやー、ゴリマルもほんと頑張ってくれてありがとうなんだけど、ごめんね、進化させらんなくて。長かったー。やったー、3個目のバッジ。コボルバッジをもらった。やったねー。ジムバッジを持ってると、空を飛ぶの秘伝技を使うことができるって。やったー。シールももらった。まあね、空を飛ぶをね、ゲームの世界で使えても、私は実際には車で移動するから、現実では全然恩恵を受けらんないんだけどね。忘れる前に回復しとこうね。よし、これでオッケー。いや、ありがとうございました。ここのジム超長居しちゃったよ。後期だ。リノお願いがあるんだ。うっかり落としたポケモン図鑑銀河に取られたんだ。いや、もうアホじゃん。何やってんの。あら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 。いや、ポケモン図鑑うっかり落とすことないでしょ。いたいた。リノお願いがあるんだけど。だから来たんだよ。もう、いつも後期にはよくしてもらってるからね。しょうがない。助けてあげよう。畜生弱いポケモンだぜ。おい、ポケモンのせいにすんな。それはお前たちが弱いからでしょ。ほらよ、ポケモン図鑑だ。返してくれた。倉庫にしまっていた例の物はもうノムスに運んだしな。なんだ例の物って。なんだ。ていうかなんで銀河団が堂々と街中にいるんだ。リノありがとう。博士には内緒にしといてあげるよ。次はノモセシティに行くんだね。オッケーオッケー。みんな HP 平気だね。こっちはあれ、一人しかいない。発電所で奪ったエネルギーを元に作ったもの。なんだそれ。
あ、こっちはいけないか。あ、違う。落とし物取りたかったのに。お、空を飛ぶと危ない。これスルーして言ってたら大変だったよ。あ、よかった。よし、じゃあノモセシティ目指そうかな。多分下の方かな。あれかな。立志湖に行くには214番道路をお通りください。これが214番道路？うん。あれ、果ててて何もないよ。お、214番道路だ。お、めっちゃいろんな実ある。プラボの実。あ、お盆の実だ。これめっちゃ欲しかったの。嬉しい。カゴの実。ザロクの実。やった、お盆の実嬉しい。あそこに落とし物ある。意外とね、大事なものあったりするから見逃せないよね。スペシャルガードを見つけた。スペシャルガードか。カラちゃん進化だ。いやー、進化させてあげたいんだけど、ごめんね。まだ鳥とどんないんだよ。いや、ちょっと、邪魔だな。なんかすごい迷路みたいになってんね、ここ。この先が立志湖なんだね。じゃあそしたら立志湖のモデルになってる場所があるんで、今日は一旦ここで終わりにします。よし、じゃあ今日はここまでにして、明日は立志湖のモデルになっている標茶町を経由して、ノモセシティのモデルになっている釧路を目指そうと思います。今日これまでに比べてね、全然移動距離短かったんで、もうすっごい楽に感じました。なので今日はモニターを使ってゲームしてみたんですけど、やっぱり大きな画面でやるとね、没入感あってさらに楽しいね。それじゃあまた明日に備えて寝る準備します。いつもは寝る前にポタデンの残量を確認しているんですけど、この日は確認し忘れてしまいました。そうそう、これって北海道あるあるだと思うんですけど、移動してるとね、めちゃくちゃ車に虫がくっついちゃうんですよね。どうしても山道とか走ってると、虫と正面衝突して、もうべちゃってね、潰れて張り付いちゃってるんですよね。もうそれで、なんか砂ぼこりとかと相まって、もうめちゃくちゃ今車汚いんですよ。そうだからさすがにそろそろ洗車してもいいかもしれないな。まあ多分すぐにまた汚しちゃうんですけどね。よし、それじゃあおやすみなさーい。ノモスタウンに到着したリノちゃん。ノモ世代出現はめちゃくちゃ広大だし、なんと本物のマンモスの牙も。ジムリーダーマキシに勝って4つ目のジムバッジはゲットできるのでしょうか。次回、どこでもドアを見つけてしまう